はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回3ヶ月分の大まかな流れの動画をアップしたんですけども、今回は4月9日の日食からだいたい4月末までのこの約1ヶ月3週間ですねの流れをタロットでもう少し細かく見てみたいと思います。よろしくお願いします。前回の3ヶ月後の時に4月の時に再生というね死神のカードが出てたんですけど、また今私見えてるのがこの死神のカードなので、よっぽど何かインパクトがあることがあるのかもしれないですね、4月は。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードのページ逆、デビル逆、ペンタクルスキングの逆、ペンタクルス2、カップ3、ソード3、ワールドの逆、気をつけることや対策はカップ4とペンタクルスページ逆とオラクルはワンドクイーンですね。なかなか興味深い結果ですね、これは。っていうのは星で見た時にものすごい今お羊座の皆さんっていうのは4月にも光が集中していて、こうお誕生日迎える方も多いですし、誕生日だけじゃなくてもこういった4月9日の日食とか誕生日とかまた別のタイミングでもとにかく今光がいっぱい当たってるよっていう時で、このエネルギーはいかようにでも使えるんですね。で今が本当にマックス最高に幸せっていう状態であればそのまま継続していくこともできるし、何かを変えたいとか何かを捨てたいとかこう変化をもたらしたいと思ってらっしゃる方にとってはこの光っていうのは自分のプラスに肯定的に使えるので、思い切った行動っていうのはほぼ全ていい形になるんですね。ただ今一番すごく言われているのがこのエネルギーをやっぱり仕事に使いたいのかなっていう感じがしています。オラクルがやっぱりワンドのクイーンなので、その何か自分自身の自己改革とか喜びっていうよりもビジネスに生かしたいっていうような、もしくはお仕事だけじゃなくてもこう人生全般の基盤となるものに使いたいんだって思ってらっしゃる方が多いんだなっていう感じがします。それは全然できますよね、この流れ的に。ただ入り口がまだソードのページの逆になっていて、これはすごくね自分自身を疑う気持ちや自分を疑ってるからこそ他者の言動にも敏感になって、他者が言ってるのはこういう意味なのかなとかこれはどうなのかなって言って変にこう探る変に懐疑的になったり、なんていうのかな、普通だったらスーってこう流せるようなこともちょっと引っかかって追求してみたくなったりみたいな感じがあって、とてもなんかこうナイーブになってるなっていう感じがします。本来のお羊座の皆さんが進んでいく、とにかくやってみるとか行動してみるっていうようなエネルギーというよりも少し細かいことに気を取られて理由付けをしたくなってるっていう感じですかね。それはなぜかっていうと、やっぱりこれから本当にしっかりとした安定の道を進んでいきたいから、そんな危険な道は進みたくないからっていうところでのものだと思うんですね。そしてすごくその自分の考えをとらわれていたもの、自分の思考癖とかこう思い込みですよね。そういった既成概念とらわれていたものをものすごく今外すチャンスだよって言われています。で表面的にはね4月9日以降もすごく楽しいことがあるっていうか、人と関わって喜んでいるっていう感じが出てるんですね。実際このペンタクルスの2っていうのも楽しい状況ですし、カップの3っていうのもこうみんなで喜びをシェアして達成感を感じているっていうのもあるので、何かしら嬉しいことや楽しいことっていうのは4月にあると思うんですけど、ただその中で自分が一番触れてほしくなかったところとか一番弱い、ここはちょっとなかったことにしたいっていうそういうところもこう出てくるなって感じがあるんです。でもこれ実はすごくいいことなんですよね。その何かを隠しておきたいとかいわゆる防衛してるその自分の行動や思考っていうものもこの時期ねちゃんと手放せるチャンスがあるよっていう感じなので、それは
本当にそれを手放しちゃってもうどうにもこうにもならない、このもう一度あの苦しみを味わうことでどうにもこうにもならないとかではなくて、今とっても守られている時だからこそそういった感情を感じるんだよとか、その恐怖を超えていくんだよっていうことを言われているような気がしたんです。ですのでちょっと待ってね、見てみますね。ペンタクスの2っていうのがあるから、すごく楽しいことやチャンスっていうのはある。だけどそれを無難に抑えようという自分のなんか行動があるみたいですね。変に動いて傷つきたくないからとか、そしてまたここでもソードの5っていうことですごくなんていうか、出しゃばっちゃいけないんだとか、出る杭は打たれるとか、ほどほどにしなきゃいけないんだみたいな気持ちがあるかもしれませんね。ちょっと見てみますけど本当は自分の中にこうしたいんだっていう思いがある、チャレンジしていきたい、人生もチャレンジしていきたい、自分の情熱のままに進んでいきたいという思いがあるんですけども、いやいやそっちに行ったら危険でしょうとか、何か自分を本当に防衛が強くなって自分を守るような感じでどこか夢物語で終わらせてしまいそうな流れがあるんですけれど、すごくそれは私が感じる上では今このタイミングだからこそもう一度そこに触れることができるとか、特にこのソードの3っていうのはハートに剣が刺さってなんか痛いみたいな、胸が痛いみたいな感じですけども、それはほとんどの場合思い込みが多いんですね。本当に誰かに傷つけられて傷つくっていうことではなく、自分の中に密かに抱えていたなんか思いだったり隠していたことに触れられるからぐさっとくるっていうことで、相手が自分を傷つけるわけではないんですよね。なのでその自分がずっと抱えていた密かなコンプレックスや気にしていたことっていうものを今完全にもう吐露しちゃいましょうみたいな、出しちゃいましょうみたいな方がこのエネルギーっていうのは使えるんじゃないかなっていう感じがします。ちょっとチャレンジですけどね。でもその後またね5月6月という流れがすごく良かったので、決してここで何か大きな勝負に出たからといってその痛手を深く負ってしまって動けないとかどうしようもならないっていうふうにはならないんですよね。ですから常に何か試されてる感じがします。ここでもペンタクスの2が2枚出ていて、上がったり下がったり状況はするし、自分が喜んだり楽しんだりするももちろんできるよって。だけどその純度ですよね。今までと同じような楽しみ方でいいのか、もっと深い本当の自分の情熱に沿ったその喜びにタッチしていけるのか、そっちにチャレンジしていけるかっていうのはご自身の覚悟によるよっていう感じが言われています。そしてもしですけどこの4月の間にそういったちょっと気持ちが下がるなとか傷ついたなとかって思う感覚を体験できた人っていうのは本当にすごいラッキーで、その経験をもとに自分がどんな強さを身につけられたんだろうかとか、何に昔こだわっていたけどそれを手放せたんだろうかっていうことが分かってくるので5月にね。なのでその注意深く見てほしいなと思います。でこのなんか痛みとか超えていくこのドキドキ感とかそういったものに向き合いたくなくて、なんか意識が飛んでいくみたいな感じもちょっとあるんですね。もうなんかそのこと考えないとかもう気にしないみたいな感じあるんですけど、ここはなんかそうね、そうやってしまってももちろん全然いいんですけどね、せっかくのこの運気みたいな感じがあって、こっからまた5月6月って上がっていくってことを思ったら、自分の根底のものを整理されてるっていうのはとてもいいことだと覚えておいてください。オラクルがとにかくこのビジネスとか自分自身っていうのを確立していくよっていうカードが出ているので、どちらにしてもそれは自分の強さになるし、ここから明るい方向を向いていけるっていうふうに出ています。ただすごくどうしようかなって迷ったりなくしたくないな、今ある大事なものをみたいな感じもありますね。これお仕事で言うならば全体の流れとしてはね仕事の方に向いているんですけれども、うまくいくような感じに向いてるんですけど、気持ちがそっちに向いてないっていうか、仕事じゃない他の人間関係とか別のことにちょっと気を取られているなっていう感じもあります。でシンプルにこれを人間関係として捉えると本当に仲いい仲間とか友達とかと楽しいことはできる。でもだからこそもう一歩踏み込んでみるかって言った時にその昔の自分の傷がちょっとうずくのかなって感じがします。例えばですけど自分が
まるでですよ、仲間外れにされてるかのような感覚がしたり、そんなことないのにね、やっぱりこの人たちとは自分は違うんだわみたいな感じで勝手にこう自分を枠の外に出して考えてみたりっていうことをしそうだなと思ったんです。でもなぜそう感じるのかっていうと、やっぱりその自分が人に対してどうも思われるかとか、自分の弱いところっていうものを、今見て、そしてそれを体験して変えていくよっていうタイミングだからだよって言われていて、人間関係に関しては今までのような単に遊び友達とか単に趣味が合うとかそういうことだけじゃなくて、本当の自分の生き方にサポートしてくれる人とか、本当の自分の生き方進んでいく道にサポートしてくれる人や味方になってくれる人がここからね関わってくるから、その単なる遊び友達みたいな感覚の人間関係を築くわけじゃないんだよみたいな感じがしたんです。やっぱりこれはここにね黒猫が描かれてるんですけど、この黒猫っていうのは本当にすごくいいサポーターなわけです、この登場人物のね。なので何か力になってくれる人とか、対等ではないんだけど同じ状況じゃないとか、対等ではないんだけどすごくお互いにサポートし合えるような関係性っていうものが、今生まれようとしているので、昔の自分の思考のままの人間関係で思い悩まないでくださいって感じかな。お金のこともね別にうまく回してるっていう感じがします。出るものがあったとしても入ってくるものもあるし、すごく培っていくっていうよりも、今はこの4月に関しては人間関係を通して、人との関係を通して何か心のね動きが一番豊かに、反映してるなって感じがしました。なんか伝わりましたでしょうか何があったのかよかったら教えてください。それはきっと本当に自分の強さにつながってると思うからですね。そうね、ちょっともう一枚このカード引いてみようかな。ちょっとオラクルカード引いてみますね。ちょっと待って、その前にやっぱりちょっとオラクルの補佐をもうちょっと引かせてください。ペンタクルスの10、ソードの3逆、カップエースということで、やっぱりねもうこのすごくこれは象徴してる気がしますね。これなんですけどね、ペンタクスの10っていうのは本当に豊かなんです。もうすでに自分にはいろんな価値がある、いろんな経験をしてきた、そして仲間もいる、仕事もいる、家族もいるみたいな、こういろんなタイプの人たちや関わってる人たち、仲間がいるじゃないですかみたいな感じがあるんですね。でだけどなぜか自分はその自分の至らないところにばかり目がいったり、何かを解消しなければいけないとか、何か自分のダメなところを変えなければいけないみたいな意識になって、でその意識が敏感に他者との関係の中でのちょっとした言葉のやり取りとか勘違いとかに勝手に自分を責めたりとかしやすくって、だけどよくよく考えてみてくださいと、よくよく感じてみてくださいと、こんなに喜びがあるじゃないですかみたいな、喜びは自分の中から溢れてるじゃないですかっていうことをすごく言われてる気がしました。特に4月はねまだ25日ぐらいまでは水星も逆行してますから、ちょっと勘違いが起きやすい時なので、その勘違いっていうのをお羊座って起こってますからね、水星もね。自分自身のマインドが自分を責めるっていう風になりやすいので、そこを注意してくださいって感じかな。気をつけましょう、一緒にね。私も気をつける。このカードを見て、分かったって感じで今思ってます。ちょっとじゃあオラクルカード見てみますね。はい、なんとデバインプレゼンスということでいいですね。このカードどう思いますかこのカードを見て何か感じること、ものすごい光が今来てる。そしてまさに今ここになんか降臨してるみたいな感じのカードですよね、これってね。愛情だったり自分の強さだったり自分の価値だったり、もうすごくそれを守られてるよっていう感じがしました、私はね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。お羊座の皆さん頑張りましょうね。4月精一杯感じて楽しく過ごしていきましょう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。